そのワントゥーワンの目的は何ですかと、形式は何ですかと。でしっかりとフォーマットを僕は作った方がいいのと、最後はやっぱ必ず行動設定で終わった方がいいですね。最後は必ず上げて終われと。森社長、部下にちょっと好かれたくてですね、会社にも相談をして、ワントゥーワンの面談とかを部下ともやろうかなと思ってるんですけど、これって意味ありますかね？まあ意味あるかないかはやり方次第というか、まあそうだと思いますね。まずやっぱだから好かれたいからやるっていうのはもうそもそも違いますよね。いつも言いますけど、成果出すために役割分担で上司と部下になってるわけなんで、好かれるからどうでもいいですよね。まあ嫌われちゃいけないですけど、好かれるかどうかは別にあんま気にしない方がいいですよ。好かれるためのコミュニケーションと成果を出すためのコミュニケーションは違うと思いますし、その第一に考えることはそこじゃないと思いますね。ちなみに森社長とかはワントゥーワンの面談とかされた経験ありますか？もちろん今まではたくさんやってますし、今もちょこちょこ。なんかコツとか、どういうことを意識されてるとかありますか？一つはスケジュールだけはなるべくしっかりとると。社内でワントゥーワンとか、特に部下相手とかだと結構スケジュールないがしろにする人が多くて、来週暇な時にやりますとか、なんかそれってやっぱり優先順位が低いってことになっちゃうし、振り回すのも良くないと思うんで、やむを得ない時はしょうがないと思いますけど、やっぱスケジュールはちゃんと組みますよね。で基本は僕だったら型をまず決めるんで、スケジュールを一旦第何週の何曜日の何時とかってやっぱ決め打ちするっすね。コミュニケーションもちゃんとスケジュールするってことは一つ。あとワントゥーワンって言っても結局中身って何すんのと、その会話の目的を設定。例えば1対1で話すって言ったら、その目的は評価フィードバック面談とか、あとはコーチングとか、目的というかそれをやると。でそれって何のためにやるんだっけっていうのをちゃんと一回一回確認しますよね。で、内容にもよりますけど、例えばうちがワントゥーワンって昔言っていたのは基本コーチングって言ってたんですよ。だからこの目的は関係の質を上げる場ですとっていう設定がされると、じゃあ具体的に何しますかっていう時に、僕ら資料とかも作って、例えばじゃあ上司部下ワントゥーワンする、これは関係の質を上げる場です、コーチングですみたいになるとして、そしたら受ける用とやる用でマニュアルを用意したんですね。でまずはお互いに心構えとルールを読み合わせをさせるわけですよ。こう決まってるわけですね。まずチェックインしましょう、1分ルール復唱確認しましょう。プライベートの相互理解なので、事前に受ける側は書くシートがあるんですけど、書いてきて理解する。心身の健康チェックも書いてくる。これに対して10分でモチベーションアップっていう項目があって、それに対して10分しゃべる。この結果最後に何か必要なことを4つぐらいとか項目を分けていて、どれについて話すかみたいなことをやったりするんですけど、基本的にはフォーマットに沿ってやるみたいな。一番ダメなのは何を話してんだかよく分かんなくなっちゃうっていうのがワントゥーワンのちょっと欠点もあって、これってもうマジで時間の無駄じゃないですか。ただ雑談してました1時間、目的なき雑談が一番無駄なので、仲良くなるために雑談してればいいのかなって思ってました。なるほど。それはもう初期ステージですし、僕だったらもっと他でやっとけと、日々のコミュニケーションの中でやっとけと思うんですよね。で最後はやっぱ必ず行動設定で終わっておきますね。よく管理職の人いるんですけど、例えばじゃあ僕はコーチングのワントゥーワンとしましょう。最初掘らせてなんかいろいろやっぱ考えなきゃいけなくて、ちょっとテンション落ちてきたりする人もいるんですよ。でも最後は必ず上げて終われと。いろいろ話聞いてあげていいんだけど、最後はやっぱりできるだけ自分で、じゃあ明日からこれ頑張る、こういう行動をするんだっていう風にやっぱ最後終わらないと、本当にそれこそやる意味がない。どんどん下がって考えれば考えるほどなんか嫌になっていっちゃってとか、なんか不満とか聞きまくって、でなんか不満ばっかり言った後って人間ってやっぱりすごい貧相な気持ちになるので、そのままワントゥーワン終わりましたっつって、受けた方も聞いた方もそんなテンションで仕事戻るの嫌じゃないですか。やんない方がいいんですよ。そうやったら最後必ず「あなたはどうしていきたいの?」とか「あなたは何を変えるの?」とかっていう具体的な行動設定ぐらいまで最後行って、ちょっといろいろ言ったけど私はこれやるか頑張ろうかみたいな感じで戻さないといけないですよね。そこはすごい気をつけますね。ワントゥーワンをやるときに上司の側っていろいろ伝えたいこととかいっぱいあるんですけど、基本的にはどういうふうに面談してるんですか？なので目的によると思うんですけど、基本的には喋ってもらう方がいいですよね。上司と部下だったら部下に喋ってもらう方がいいですね。あんまりアドバイスとか決めつけは良くないんで、その時間は聞くみたいな徹する方がいいですね。ポイントだけ喋るぐらいにした方がいいんじゃないかなと思いますよね。
究極最悪なワントゥーワンで言うと、何も用意せず上司が一方的に1時間だとしたら50分喋って終わる。やんない方がいいですよ。まとめると、まずそのワントゥーワンの目的は何ですかと、形式は何ですかと。でしっかりとフォーマットを僕は作った方がいいのと、受ける人が簡単にでいいから事前に書いてくるものがあることがいいんですね。でちゃんと2人でこれってこれやる心構えこれだよね、ルールこれだよねってちゃんと確認してからそのフォーマットに沿って喋っていく。で最後は必ず行動設定、これからどうするのっていうことを決めて終わる。で基本は部下の喋る時間の比率を高くすると、こういうところのポイントを押さえていけばうまくできるんじゃないかなと思います。ワントゥーワンやる前に目的とちゃんとフォーマットを決めて取りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このチャンネルでは現場の様子やビジネスに役立つ知識など、いろんな視点からお話をしております。ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。そしてこの動画にもぜひいいねを押してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。